はい、こんにちは、こんばんは。鬼太郎ファミリーの鬼太郎です。今日は先日購入したね、HP エリートデスク 800G1 タワー、こちらのね、CPU をアップデートしようと思います。現在取り付けられている CPU は Core i5 の4570なんですけども、せっかくのね、第4世代のパソコンということでね、メイン PC にしようと思ったんですけども、このままだと、他の第3世代のパソコンよりも性能が悪いということになってしまうので、思い切って G4E3、1281V3 という CPU を買いました。この CPU は第4世代のハズベルの中でも後期のハズベルリフレッシュの CPU となります。エリートディスク 800G1 でこの CPU を使う場合は BIOS のアップデートが必要となります。CPU の仕様は同世代の Core i7 と同じく4コア8スレッド、それからベース動作周波数が 3.7GHz でターボブースト時の周波数が 4.1GHz となっております。こちらの CPU はヤフオクの中古品で3960円で落札しました。それでは CPU の交換をしていきます。CPU クーラーを外してグリスを拭き取って CPU を取り外します。続いて CPU を取り付けてグリスを塗り、そして最後に CPU クーラーを取り付ければ作業は完了です。ちなみにこの時は早く動作確認をしたくてワクワクしながらやっていました。CPU の取り付けが完了したので Windows を起動して確認したところ問題なく CPU は認識されておりました。ということで早速ベンチマークをやっていこうと思います。まずはシネベンチの R15 です。Core i5 4570の OpenGL は 92.83fps でしたが、G4 に変わってどうなるのでしょうか。結果はあまり変わらないのではないかと思っていたんですけども、思いのほか大きく上がって 97.43fps となりました。続いてマルチコアの計測です。Core i5 の4570では 504CB でした。G4 どうなるのでしょうか。結果は 752CB ということで 50% 以上の大幅アップとなりました。続いてはシングル CPU です。Core i5 の4570は 139CB とちょっと弾用世代にしてはね、寂しい数字だったんですけども、さて G4 ではどうなるのでしょうか。結果は 150CB とこちらも大幅アップとなりました。続いて 3D マークの Fire Strike です。i5 の4570のスコアは6227でした。さあ、G4 でどれほど伸びるのでしょうか。グラフィックのスコアはあまり変わらないと思いますけども、CPU がね、どれくらいの影響を及ぼすか楽しみです。ちなみにグラフィックボードは前回の動画で取り付けた GeForce GTX 960をそのまま使っております。はい、それではね、長いのでね、この辺でカットして結果へ飛びたいと思います。結果は6467ということでね、少し上がったかなというところです。この上がった原因なんですけども、グラフィックスコアはね、あまり変わらないんですけども、フィジックススコアがね、結構上がっていて、この影響ではないかなと思います。続いては FF14 ベンチです。このベンチマークはね、タックスマネージャーを表示しながら見ていこうと思います。GPU の使用率はご覧の通り、ほぼ 100% に張り付いております。で CPU の方なんですけども、だいたい 30% からね、50% ぐらいまでの間で収まっておりました。設定の方は 1920×1080 の最高品質でやっております。ちなみに Core i5 4570のスコアは7000トンで16でした。いつ見てもね、綺麗な画像でこういったのを見るとね、ちょっと試しにやってみたいななんてね、思いますけども、未だにまだこのゲームはやっておりません。後先になりましたが、今回こちらの PC をメインのね、仕事 PC にしますので、メモリを 16GB に増量して、本体から 240GB の SSD と
2テラのハードディスクを移植しております。ということで、こちらも長いので、ここらでカットしてラストへ飛びます。結果は6983と、若干下がりましたけども、誤差の範囲ではないかなと思います。これまでの結果を踏まえて考えると、GTX960 クラスでね、ゲームをするのであれば、どちらの CPU でも、同じような快適さでできるのではないかなと思います。ただ、事務用のパソコンとして考えたときには、Xeon E3-1281V3 の圧勝ではないかなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。それでは、さようなら。